いいですか？今から喋るのは男のロマンについてです。久々だな、魅力語る系の動画も。いやまあ何って、いつも言ってるんですけど、僕がドラゴンボールで一番好きなのは魔人ブー編なわけですよ。だからドラゴンボールは魔人ブー編で終わってんだと。原作42巻までがドラゴンボール、それ以外それ以降っていうのはあくまでスピンオフ、劇場版 GT ダイマこの3つってのはありえたかもしれない世界線だけど、あるかないか分かんないよねぐらいのスピンオフっていう捉え方をしてるんでございますけども、このスタンスについていろいろ言われることはありますが、大抵のことは「黙れせばーか!」っつって言えるんですけども、ただ一個だけ反論のしようのない意見がある。それがドラゴンボールはフリーザ編で終わらせておくのが一番綺麗だったんだっていう。何も言い返せない魔人ブー編が一番好きだし、魔人ブー編の終わり方もめちゃめちゃ好きだし、よくうまく綺麗にまとめたよなとは思うけど、でもフリーザ編の完成度が高すぎて、フリーザ編で終わる方が綺麗な終わり方ではあるよなっていうことに関して反論の余地がない。反論するなら、だって魔人ブー編の最後の成長とかも好きなんだもんとしか言えない。っていうのもスーパーサイヤ人という概念のロマン値が高すぎるんですね。これもね、変身形態で言うなら、僕は個人的にスーパーサイヤ人3が一番好きなんですけども、表現の描かれ方としての、ロマンとかそこら辺に関して言ったら、やっぱりフリーザ編でのスーパーサイヤ人のロマンが一番やべえよなっていうことでね、今回はですね、最初に覚醒したスーパーサイヤ人のロマンというものをですね、CG でちょっと覚醒シーンみたいなのを作りながらちょっと喋っていこうかと思ってるわけでございます。なんすか？ということで今回2パターンの悟空作っております。まずこのノーマル状態の悟空ですね。こいつが一番作るのが悪いから、なんですかこの人体の構造を無視したドラゴンボール独特の目を CG に落とし込むのに一番苦労しましたね。それとスーパーサイヤ人の悟空ですね。こっちの方が比較的に作りやすいですね。そしてですね、僕の今回のこだわりポイントとしてはですね、筋肉が膨張するとともにですね、血管が浮かび上がってちょっと血の気が増して赤くなるとかね、それをね、各パーツごとに仕込んでるっていうところですね。これでリアル感を増していこうっていうのがね、今回のね腹積もりですね。で、今回ね、スーパーサイヤ人への覚醒シーンを作るにあたって、アニメのシーンまんま完全再現フルコピーで作ろうと思ったんだけど、でもよくよく考えたらシーンってさ、悟空が覚醒するのに対して反応してるフリーザとかごはんちゃんとかもいるわけですよ。ってなると、すでにキャラ2体使ってて時間使いすぎてるからちょっとだるいちょっと僕の好みの曲に合わせてのオリジナル要素でね、覚醒シーンを作っていこうかなと思ってるわけでございます。甘えてんじゃねえわ。ということで早速、フリーザ編ないしスーパーサイヤ人の魅力についてですね、喋っていくわけでございますけれども、まずそもそも漫画とか作品を読む上で俺みたいなやつが何を求めているのかって、ロマンです。やっべえ、ドキドキする、何この興奮、クソかっこいいやんってなりたくて、読んでるわけよ。少なくとも俺はな。じゃあそうなるために、何が必要って、やっぱロマンでしょ。でも男のロマンっていうのもさ、いろいろあるけどさ、ダイレクトに、本能に訴えかけてくるロマンってさ、強さのロマンじゃん。やっぱさ、何こいつ強かっけーっていうのにさ、ロマンを感じるわけ。それでいうと、フリーザ編の悟空のスーパーサイヤ人っていうものは、その強さの男のロマンの究極ですから。で、冒頭にも言ったし前から言ってんだけど、俺が一番好きなサイヤ人の形態はスーパーサイヤ人3なんだけど、そのロマンとしての純度で言うのならば、このフリーザ編のスーパーサイヤ人の覚醒シーンの方が上なんじゃないかと思ってるわけですよ。
そのスーパーサイヤ人3の到達点的な、究極的な描かれ方はめちゃめちゃ好きなんだけど、最強としての描かれ方はこのスーパーサイヤ人の覚醒時がもう完璧すぎるわけ。やっぱりそのスーパーサイヤ人っていう概念が誕生した瞬間ですからね。しかもこのスーパーサイヤ人というものが穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士っていうね、もう悟空の人生ダイレクトだからね。しかもそれっていうのが地球人としての生き方とそのサイヤ人としての生き方の交わりダイレクトだからね。やっぱ瞬間火力がとんでもない。でね、だからなぜその瞬間火力が凄まじいのか、この地球人としての生き方と、サイヤ人としての生き方の交わりの何が熱いのかっていうのを今から喋ってきましたんですね。ちゃんと見ろよ、人の話。やっぱ男が憧れる最強ってさ、まごうことなき最強の座に君臨しているかで、なおかつその最強の座に至らしめてる要素がどんだけあって、その要素も道筋としてもどんだけ男のロマンとか生き様が詰まってるかなんですよ。で、その最強の座の位置関係って何なのかって言ったら、やっぱ作中で描かれる強さってやっぱ基準値があるわけですよ。で、その基準値が他のキャラと比べてどんだけ上振れてんのよって話。その設定として、強さを盛ることは、いくらでもできるんですけど、その相対的な基準値っていうのは変わらないんですよ。ちょっとまどろっこしい言い方したから、分かりやすく言ったら神っていうボーダーラインからどんだけ上振れてんのかって話ね。強さの表現として神という領域があって、でそれを超えた存在、さらにその先のその中の究極的なもうオンリーワンの存在っていう描かれ方、これ以上の描き方はもうできないんですよ。もう比較対象がないんだから。でやっぱ僕は個人的にやっぱこの強さの基準値としての描かれ方っていうのはフリーザ編でカンストしてると思ってるんですよ。無印でね、神の領域を超えた戦いっていうのを悟空とピッコロがしてるけど、でもそれっていうのはさ、まだ地球の中だけの話だったじゃん。でもZ になってそのスケールが宇宙まで広がったじゃん。で宇宙をじゃあ地球の神様が統括してるのかって言ったらそんなことないから、海王様っていう存在が出てくるじゃないですか。で海王様がその全宇宙の4分割してそのうちの一つ西を統治してるわけじゃないですか。我々人間が観測できる最大のもの、そう宇宙を管理してる神じゃないですか、海王。そっから海王神とか出てくるけど、表現としては全銀河の4分の1の統括者ですからね。こんなん監視をしてるようなもんじゃないですか。でそんな存在が手を出しちゃいけないっていう存在との戦いなわけです。強さの描かれ方として究極よ。でもそういった伝説の存在ですって言われただけじゃやっぱりこっちとしては燃えないわけですよ。もう見てて、まごうことなき最強の伝説の究極の存在だよねって思わせてくれる描かれ方が大事なわけなんですけど、それに関して言うとフリーザ編はね、これを一個一個丁寧にやってるわけ。じゃあ強さって何で感じるかって言ったらさ、心技体や。じゃあその心技体がどう描かれてるのかって言ったらさ、まず技術の面から言うと忘れられがちなんですけど、無印の段階で技術はもう極まってますからね。武術としての攻防における駆け引きとか武道の心得とかそういうのっていうのはまずベースとしては出来上がってるわけですよ。でもね、こうやって技術極まってるからって言うだけじゃなんのこっちゃってなるよ。じゃあさ、バトル漫画でさ、技術がどうあったらすげーってこっちがなるのかって言ったらさ、無駄のなさじゃん。力をうまく扱う技術じゃん。現状の力をどれだけ最大に有効活用するのかっていう技じゃないですか。で、その悟空って武術の達人だよねっていうのをナメック星に到着して最初の義乳特戦隊との開口でもう一回再確認して味わわせてくれるわけですよ。それっていうのが無駄のない気のコントロールと
一見何気ないけどとてつもなく重いリクームへの一撃なんですよ。やっぱあそこの義乳特戦隊のところに駆けつけるシーンでもう絶対絶命だってなってた時にひょうひょうとしながら、でもめっちゃなんか決めてるわけじゃなく自然体で現れる、無駄な力が入ってないってのがわかる立ち振る舞いでリクームとかをあっさり倒してジースとバータを翻弄していくところで、武道家としての悟空の技術の高みっていうのをまず見せてくれてるわけですよ、ナメック星編は。だからその描写としての表現としてはこれ以上のものはないわけですよ。でもさらにその上ですよ、じゃあその身につけてる技術が全体としてどの域の技術なんだってなった時に、さっきまで喋っていた描写に付け加え悟空は海洋拳と元気玉引っ提げてるから。いや、海洋拳と元気玉ってのは神を超えた存在の奥義ですからね、描かれ方としてはナメック星での。いやなんかね、最近ねゲームとかのね表現とかでさ、海洋拳とかちょっとね身体能力を 1.2 倍するぐらいのねバフみたいな感じの扱われ方してるけど、違うから、身体能力を何倍にも膨れ上げることができる気流だみたいなもんなんだから。それっていうのはサイヤ人編でのベジータとの戦いで嫌というほど描かれてるわけですよ。で、今この動画っていうのはスーパーサイヤ人の悟空の魅力の動画なんですけど、それ以前の、前提条件として原作の悟空の良さっていうのはさ、能力値としては相手の方が上なんだろうけど、悟空なら何とかしてくれるっていう安心感よな。そしてその安心感を支えてる、裏打ちしてんのは技術なわけですよ。悟空が修行で戦産して身につけた技術なんですよ。これがまずでかい。その技術なんですよ。技術込みで強い相手に立ち向かって倒すっていうのが最高に燃えるんですよ。その先天的に持って生まれたものは向こうの方が上かもしれないけど、孫悟空という存在が身につけてきたものというのは、その圧倒的な力の差も覆してくれるだろうっていうこの安心感がたまらないわけね。それの象徴っていうのが毎回悟空が駆けつけてくれるシーンじゃん。あれ悟空の方が弱いはずなのに何なんだこの余裕はっていう、あれがたまらないのよ。だからその単純な能力値での戦いで言ってたら悟空はベジータみたいになるんですよ。でもそうじゃないんですよ。悟空は身につけた技術があるからこそフリーザと渡り合うことができていたわけですよ。その覚醒するまでのシーンね。で、そこのこの力量差どうやって詰めんだっていう相手との戦いっていうのがバトル漫画として一番燃えるわけじゃないですか。で、その技術身につけたものっていうのが地球人としての悟空の強さなわけですよ。で、やっぱその技術の表現としていぶし銀いい味出してんのが海洋拳なわけですよ。海洋拳がね、ただ戦闘力を上げるだけの技だったらそれは技術じゃなくて能力の話になってくるわけですよ。リスク込みで一時的に爆発的に自分の身体能力を上げるっていう技術なんです。その海洋拳状態の力は元来の力じゃないんですよ。技術として上げてる力っていうのがミソなんですよ。で、そこでね、やっぱサイヤ人編でのベジータの戦いで純粋な身体能力が倍の多いですからね。それでその3倍でもうどうしようかギリギリだーで4倍でなんとか打ち勝ったとかの手に汗握るギリギリの戦いをした前提のもと、フリーザ編でもう究極的に強くなっただろうっていう悟空が実はすでに10倍の海洋拳を使っていても軽くあしらわれていたっていう恐怖感っていうのがバトルの緊張感を盛り上げるわけよ。でね、その海洋拳にしろ元気玉にしろ神の奥義を極限まで高めて戦ってたわけですよ。本来の想定だったら2倍3倍とかだったのを10倍20倍で使ってるわけだし、元気玉だってあんなデカさのものじゃなかったわけじゃないですか。それをめちゃめちゃデカくして放ってもこれ出るかっていうほど出し切ってるわけよ。その地球人として武道を行く者として
究極を言ってフリーザにぶつけたわけですよ。で特大の元気玉で倒したかと思ったけど倒せてないっていうところでね、それが真擬態の擬で、態としてはですよ、僕はやっぱりさっきも言ったんですけど、ドラゴンボールってのは無印までで武道家としての技術の面を描いて、そして Z に入ってそのサイヤ人っていう要素でナチュラル生物としての強さ、態っていう要素が付け加えられたと思ってるんですけど、もう無印でもう技術の面に関してはもう達人のもう極みに至ってるわけですよ。じゃあそこから次出てくる相手はどう戦うのかって言ったら、もう純粋に生物としての出力の差なわけじゃないですか。そこで無印で尻尾生えてて他とは違っての強さを持ってた悟空のルーツとしてサイヤ人っていうもう種族としての要素が付け加えられるわけじゃないですか。でここでやべえだろってのが、そのサイヤ人ってのは戦えば戦うほど、死の淵から復活すればするほど強くなるっていうこの胸圧の設定、これっていうのをまずベジータとごはんちゃんがその悟空が戦うまでの間にもう散々見せてくれてるわけね。で知らず知らずのうちに宇宙船での100倍の重力の修行で死の淵から蘇るってのを何回も繰り返した悟空が技術も込みで義乳特戦隊とかを圧倒してるんだけど、ここでね義乳特戦隊に苦戦するとかじゃなくて、義乳のボディチェンジされて、そしてその義乳が体をボコされるっていう特例中の特例でもう一回体が死にかけるわけじゃないですか。そこで死の淵から蘇った悟空があの技術とともにフリーザに立ち向かうわけじゃないですか。で技術はさっき喋ったけど、体としてもサイヤ人としても極み中の極みの力を手に入れてるわけですよ。それでもフリーザっていうのは生物としての格が違う。それを嫌というほど分からされた後のスーパーサイヤ人への覚醒ですよ。もうこれが気持ちいいのかっこいいのなんのって話ですから。やっぱフリーザ編っていうのはさ、もう宇宙の帝王、究極の生物としての格の違いっていうので絶望に何回も叩き落とされるわけじゃないですか。ごはんちゃんの成長、ピッコロの到着、ベジータの覚醒からやっぱり悟空が来ての海洋圏とか元気玉とか、もう全部尽くしてもフリーザには届かないわけじゃないですか。倒せないわけですよ。そのフラストレーションがやばい限界値に来てスーパーサイヤ人に覚醒するわけ。そう、究極の生物であるフリーザに生物的に並ぶわけじゃないですか。これがもうたまらんよね。その今まで散々フリーザの宇宙最強を見せつけられてきたからこそ、それを圧倒するあの様が伝説の戦士なんだよな。でそのスーパーサイヤ人の悟空の強さっていうのは散々見せてくれるけど、俺がその中でもやっぱ一番好きなのがさ、それまでの戦いはフリーザにどうやって有効なダメージを与えるんだどうだっていうさ、そういう戦いだったじゃん。けどもう避けるので精一杯だったね、デスビームをたやすく何回も避けた後に当たりさえすればっていうのに対して当ててみろよっていう余裕を見せて、でわざと食らってなんともない様子で星は壊せてもたった一人の人間は壊せねえようだなっていう、この究極さよ。もう天下無双感がたまらないわけ。ここでもう最後の真擬態の視線について喋らせてもらうと、これが一番大事なである。このキャラクターはこういう生き方をしてきたからこそこの強さなんだっていう表現のされ方が、その他2つの技術と体の強さっていうのの裏打ちであって、それがロマンなわけよ。それでやっぱフリーザ編の悟空っていうのは地球人としての強さとサイヤ人としての強さっていうのの2つがあって熱いわけ。それはさ、やっぱさっきまで散々喋ったけど、ナメック星について義乳特戦隊を圧倒しているのにもかかわらず殺したりするんじゃなくて、自分たちの星に帰れというあくまで己を高めることに重きを置いているからこそ
身につけれる武術家としての強さ、そう地球人としての強さね。フリーザ編とかの悟空のやっぱかっこいいのっていうのがさ、強くなって駆けつけましたみたいなので余裕だぜって気取ってるというよりも、武術家として充足しているからこその自然体っていうのがめちゃめちゃかっこいいわけ。別にやたら済ますわけでもないけど妙な落ち着きがあるっていうあれが、こいつはもう満ち足りてるんだなっていう心の強さが伝わってくるからこそのかっこよさなわけじゃないですか。でそれに加えてサイヤ人としての強さが加わったのがスーパーサイヤ人なわけですよ。サイヤ人としての強さって何なのかって言ったら本能としての強さなわけじゃない。じゃあ本能とは何ぞやってなった時にさ、やっぱ男って正直理屈抜きに何かと戦っていたいし何かに打ち勝ちたい生き物じゃないですか。その理性とは別のものとして本能としてたぎったりすることってあるじゃないですか。でもその闘争本能のままに従っていたらそれはただ他者を傷つけるだけじゃないですか。だから武術的な強さだとか、心の強さを手に入れるわけじゃないですか。でだからこのねサイヤ人編でうまいなって思うのは、その後天的に身につける武術的な強さと先天的に男が持ち合わせていたい本能としての強さっていうのを地球人とサイヤ人っていうのの観点で分けてるわけですよ。でサイヤ人編で悟空では持ち得なかった強さを持っていたベジータが語りかけてくるわけですよ。甘さを捨てろって、サイヤ人としての生き方をしろって。結局己の中の本能に目を向けるって話なんですよ。でその思いを託して死んでいくんですよ。でやっぱここで熱いのが、お前のことは嫌いだけど誇り高いやつだったと、その誇りを分けてもらうぞって。そこでサイヤ人としての要素にも向き合ってフリーザに立ち向かうんです。でも武術の達人であるがゆえにその本能としての強さに身を任せることができないんですよ。ただそこで鍵になってくるのが怒りなんですよ。本来だったら理性として勝ち得た強さと本能としての強さっていうのは交わらないんですよ。やっぱそれまでにも、サイヤ人としての戦いが好きな本能っていうのはちらついてたわけよ。やべえ状態だけどワクワクしちゃう、強いやつと戦いたいっていう。でも本能に振り切ることはなかったけど、クリリンの死をきっかけでブチ切れてその本能の強さに振り切った姿っていうのがスーパーサイヤ人なわけじゃないですか。だからそれが穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士じゃないですか。その2つのね相反する究極が混ざり合った姿、心の描かれ方とかっていうのがパーフェクトなわけ。やっぱ怒りっていうのもただ怒った強くなったじゃないんです。心に制限をかけていたからこそ強くなっていたやつが怒りによってその制限を取っ払ったその先の強さに行くということにロマンがあるんです。これです。いや本当にただ怒ったぞに言っちゃダメなんです。本来なら交わらないであろう2つのゆえの強さが交わるからこそそうかっこいいんです。いやでやっぱねスーパーサイヤ人の覚醒後の悟空がたまんないのは肉体の躍動を見せつけるかごとくの肉弾戦とか荒々しい戦い方の様もそうですし、やっぱ僕が個人的にキレッキレの性格がたまんないのよ。立ち振る舞いに惹かれるわけ。まず定番ですけどね、フリーザに対して罪もねえものを次から次へ殺しやがって言ったことに対してフリーザがさ、サイヤ人は罪もないものを殺してもないとっていうのかっていうその発言に対してのだから滅びたっていうキレッキレの返し、多くを語らない様がたまんないし、なおかつですよ一言で結局そのスーパーサイヤ人、そうサイヤ人の頂点に至った悟空が
サイヤ人のことを否定してるんですよ。つまりはそういう発言が出てくるようなやつじゃなかったらスーパーサイヤ人にはなれない。つまりサイヤ人として特別であることがその一言に詰まってるわけよ。でやっぱ僕が一番好きなのがさ、その海王様が裏でいろいろと策を講じてさ、フリーザをナメック星に残してそれ以外を地球に返すっていうことができる選択肢の時にその願い変えてくれって言って1対1で決着をつけるんだっつって、そう策としては海王様の案が正しいんだけど、フリーザをフルパワーにさしてその上で勝つっていう、くっそかっこいいやん。最強ってさ、そういう小細工とかそういうの抜きで真っ向勝負で相手の戦力、なんだったら相手はこすずるいことしてもそれも許すぐらいのその状態の上で打ち倒す。結局今回いろいろ喋ったけど、結局見たいのは一戦士の己の生き様とかそういったものが輝く瞬間を見たいわけ。なんか今の時代、いやこの時こういう風にすればもっと楽に勝てたよなどうこうとかいうやつめっちゃ多いけど、違うんだって。相手の全力を出し切らした上で勝つかどうか、その勝ち方にまでこだわるのか生き方にまでこだわるのか、己の我を通すかどうかっていうのが大事やねん。いや普通に考えたらそんな状況でそんな判断しないだろ。バカなのか、何考えてんだっていう状況でも己の我を通してしまえるからこその最強やねん。その戦士としての勝利は何なのかって話よ。そこで悟空は宇宙の帝王であるフリーザに対して完璧な勝利を収めるわけ。ただね、強くなって倒すじゃないんですよ。フリーザをフルパワーにさして真っ向から打ち負かすことによって今まで負け知らずで宇宙の帝王として生きてきたそのフリーザがフリーザであるべき確固たるそのプライドっていうのをスタボロにするわけじゃないですか。しかも情けをかける、こんな圧勝ありますかって。宇宙の帝王に慈悲をかけるんですよ。こりゃ最強でしょ。でね、完全なる勝利を収めるわけですけど、また俺ここでやっぱ好きなのが、じゃあスーパーサイヤ人怒りの戦士に覚醒しました、だからもう容赦なくフリーザのことを殺します、かっこいい倒し方しますしないのがまたかっこいいんだよな。そこで圧倒的な強さを手に入れてもなおまだ地球人としての面を捨てきれてない。フリーザの追尾の攻撃にフリーザ自身が当たらないように立つなって言って、でも立ったから体がね真っ二つになるじゃないですか。であんなグリリーを殺し、今までいろんなやつを苦しめてきたフリーザに助けてくれって言われたら助けてしまうんですよ。そこでやっぱり地球人としての優しい心が残ってるんですよ。でもそんな状況で助けたのにもかかわらずフリーザはその分け与えた気で自分を攻撃してくるから泣く泣く倒すんですよ。で最後のあの表情よ、怒りと悲しみの混じったあの表情、最後の最後にやっぱ悟空は地球人としての強さを持っていたからこそのこの強さだったんだよなってのを感じさせてくれる、あの最後のなんとも言えない儚げなあの表情な、その心の優しさも含めてのもう最強じゃないですか。ほんまに最高なんですよね。ロマンチが高すぎる。それに至るまでの過程から至った後の立ち振る舞い、そしてナチュラルにビジュアルの完成度の高さ、そういった男が惹かれるものの全てが詰め込まれてるのがフリーザ編のスーパーサイヤ人なわけですよ。コント立ち振る舞いがかっこいい。
でほんとマジで誇張抜きにこのフリーザ編のジャムプロの曲使ったマッドは永遠見てられるもんな。ということでね、今回喋りたいことをいろいろ喋らせてもらったわけですけどもではね、最後にというかおまけにですね、僕がこうやって今ちみちみ作っていたものをですね、最後に流して、この動画を締めさせていただこうと思います。以上、ビクスでした。よろしく。立ち上がれ気高く前定めを受けた戦士よ、たとえ傷ついて力尽きても熱くなれ大きく叫天に捧げし動きが良くないな。どうも、作業を終えたビックスでございます。さあ、今回はですね、いろいろと質感を上げたりとか、そこら辺に意識を置いてやったわけですけど、やっぱり苦手なアニメーションがよろしくないなと。多分動画で流したのは、冒頭でね、スローでごまかしてるんですけどね、僕が本来最初に作ったのがこれですからね、本当にカックカクなんですよね。いや、マジでなーって、ちょっとそこら辺があかんわ。なんか多分、カメラによっての動きとかがやっぱり難しいもんなんだろうなーってのは作ってて思いましたね。なんでそう難しいし、正直動画映えもあんまりしないんですよね、カメラに近いのは。なんでそうだな、アニメーションもうちょっと慣れる観点でもそろそろバトルシーンだね。バトルとかの方が案外ね綺麗に作れたりする気がするので、次はやっぱスーパーサイヤ人の悟空っていうね、いろんな応用が効くキャラをやっと今回作ったのでですね、次はそのバトルシーンとかを増やしてやっていきたいなと思っております。ビックスでした。